今回は僕がマグロゲームを行う時のタックルについてお話をしていこうと思います。30キロから50キロ、あるいは50キロから80キロから100キロオーバーというだいたい3つぐらいに分けて僕はタックルを考えていることをお話ししました。で、今回はゼラックのロッドを僕がどう使い分けているのか、もうちょっと細かくお話をしていこうと思います。僕のタックルのまず最もベースになるというか最重要として意識しているのは飛距離、飛ばしたい時に遠くまで飛ぶこと、この1点です。まずは30キロから50キロ前後ぐらいのアベレージサイズのマグロを狙う時の僕のタックルは、基本がメインラインが5号で、この5号が、300メートルきっちり入る1万番のサイズのリール、それからロッドはシンパの 8395G っていう、本来はこれ平正用のロッドとして人気があるんですね。だけど 40g とか 50g とかかなり小さなルアーを飛距離を出さなきゃいけない、それでいて魚はそこそこ大きいという時に戦えるということで、このシンパの83に1万番ハイギア5号を組み合わせています。で、平正ロッドの方がマグロロッドよりもパワーが弱いんじゃないかって思われる方も少なくないと思いますが、実際そのシンパの83ってつい1ヶ月ぐらい前に70キロを超えるキハダマグロを短時間で普通にランディングをつい先日もしてきたので、パワーは必要にして十分、それなのに軽いルアーを飛ばしたい距離まで飛ばしてくれるということで、飛距離を出せるロッドとして僕はまずこの5号タックルで使うことが多いです。続いて今度は30キロから80キロですね、ちょっと強めの糸になってきます。で、魚のサイズもこの6号については30キロからって、ここ本当は50なのかなと思いながら実は80キロって書いてます。この80キロっていうのは実際に80キロを何本も取ってるからなんですね。で、この6号タックルは1万4000番だったら300メートルぴったり入ります。で、ここに合わせるロッドは飛び象の TC84 の 100G。この 100G っていうロッドはキハダゲームに実は特化したコンセプトで仕上げたロッドになっています。なので正直その30キロとか40キロぐらいの魚だと若干パワーがもてあそぶかもしれません。だけど不意の大物だったり、あるいは 100g を超えるルアーをこのロッドの反発力がルアーの重さに負けることなく飛距離を出してくれること。84の 100G っていうのはもう 780g から 120g ぐらいのルアーがもう気持ちいいほどに遠くまで飛んでいきます。個人的には僕はこれで100キロを取りたいと思ってるんですけど、なかなかチャンスがないです。でもそれぐらい信頼してます。で、その上に行きます。8号だいぶ強い糸です。で、魚のサイズももう50キロから80キロ、80キロプラスアルファまで、万が一の100キロぐらいまでを想定してます。この8号を入れるのは1万8000番300メーターぴったり入ります。ここに飛び象の TC83 の 150G、当然魚のサイズが大きくなってきているので使うルアーのサイズも大きくなってます。で、150g のダイビングペンシルを気持ちよく投げれることと同時に、そこよりも少しウエイトが軽い 100g から 120g ぐらいのポッパーをちょっと強めのティップを持ってポッパーが出す重低音を出すことができるというところで、この 150G はルアーを大きくでもアピールも強くしたいっていう時のロッドになってます。そしていよいよ100キロオーバーと言われる、モンスターというねサイズを狙う時、ここに今僕10号括弧12号って書いてます。これ100キロが見える時って150キロとか200キロとか普通に見えてくることの方が多いんですよ。なので10号を2万番に300メートル入れることもあります。それは
どんな時って言ったら、このどうしても魚はでかいんだけど、本当にでかいんだけど、ルアーのサイズがどうしてもこう20センチ前後しか食わないっていうかなりこう厳しい時の一本になってます。なので100キロオーバーでもあえて10号を入れて、でモンスターバスターの TC80 を組み合わせることがあります。で一番下、同じく100キロからもう200キロ超まで、もう最強の12号、もうリールは25000番、12号が300メートルきっちり入る、最強ラインに組み合わせるのはやっぱり最強のロッド、飛び像の TC77 のモンスターバスター。ロッドを立てたからといって竿が破断することを怖がる必要は全くなく、むしろロッドを立てることによってこのロッドが元に戻ろうとする反発力、想定の倍近いぐらいの力でもう高負荷をかけて、このロッド折らなきゃダメだっていうところまでテストをしてきて、それが結果に一番つながっていると思うので、僕はとてもここは安心感を持っていつも使ってます。80と77、何が違うか、この2本どちらも僕はロッドを立てて150キロオーバーのモンスターマグロと何匹も勝負をしてて、どちらもバットのパワーは不安はないです。でも77のいいところは、でかい餌を食ってる、要は200グラム以上のルアーを投げたいっていう時は間違いなくこの TC77 が上の80よりも重たいルアーを弾き飛ばす力が強い。だからこの TC77 をこの25000番に組み合わせてます。もうこの下の2つについてはもうどちらを使ってもその100キロオーバーとはもう不安なく戦えるロッドになってます。あと、よく質問を受けます。これからアベレージサイズのマグロをどんどん狙っていきたいという方、それからいよいよモンスターサイズにチャレンジしたいっていう方が、僕どんな竿がいいんですかって、もうシンプルにそんな質問されます。そんな時にもう僕は50キロ60キロといわゆるね、そのアベレージサイズって言われるマグロ類だったらもう間違いなくこの TC84100G、 これを最初の一本にされるのがいいと思います。でモンスターに関して言えば、この TC77 モンスターバスター、もうこれ一択です。全てにおいて不安がない竿を最初に手にしてもらった方が安心して勝負ができるので、僕はこの TC77 をおすすめしてます。で次にこのリールについては、そのパワーギアですかハイギアですかって質問をたまにされるんですけど、基本的にこの1万1万4000 1万8000 2万までは全て僕はハイギアを使ってます。というのはロッドを固定してそのリールのギアの巻く力で魚を巻き上げることっていうのは実はほぼなくて、ポンピングをしてテンションを少し抜いた状態でラインを回収、巻いていくということが多いので、パワーギアというものをあまり使わないです。でじゃあハイギアのメリットって何かといったら、わずかな時間しかないチャンスに、例えばミスキャストをした、あるいはミスバイトを食らった、もう一回あそこに投げ直したいっていう、もうほんの数秒の間の戦いの時にハイギアがいち早くルアーを回収してもう一度アプローチができるからです。だからもう僕はほぼほぼハイギアです。でこの2万5000番については、まだ現状メーカーさんの方で2万5000番のハイギアというものが出てないので、今は2万5000をパワーギアで使ってます。この魚のサイズ別にいろいろなタックルを今日は、僕の組み合わせをお話ししてきました。で僕が常に思ってきたことは、飛距離を出すこと、そして安心して戦えることで、実際マグロゲームって何回も海に行ってるのに
1本取ることってなかなか大変なゲームだと思います。特に、ね、大きくなればなるほど一生に1本かもしれない魚なんですよね。なので、皆さんも安心できるロットでこの素晴らしいマグロゲームを楽しんでください。